かまねこ式自由研究。思い出のオンボロギターを修理して使える音の出る一本を作ってみた。いきなり大変申し訳ないんですけど、元のギターの写真撮ってませんでした。なので代わりにカタログを見てもらおうかなと思うんですけど、この黒いギターですね、これを使ってました。すごーく酷使したんで、いろいろとね落としたりぶつけたりしてボコボコになってまして、最後には音も出なくなりました。その後上位互換のギターを買いまして、このギターは長いの夜につくことになります。でも思い出のギター復活させたい。どうせなら持ってないような都合のいいギターにしちゃいたいですね。はい、というわけでここからは行き当たりばったりで計画をスタートしていきます。見てください、フレット減ってるの分かりますかね。かなりえぐれてる状態です。まずはここから直していかないといけません。さてこれは何をやっているのでしょうか。フレットに油性マジックで色をつけてます。これからフレットをヤスっていく際の目印になります。で、擦り合わせるとこんな感じになります。見てわかる通りえぐれてる部分だけ色が残っちゃってますね。これが見えなくなるくらいまで擦り合わせていきます。ただ程度がひどいのでやりすぎには注意しないといけません。前回ベースを作った時の端材に紙やすりを貼り付けて使いました。平面がしっかり出てるんでね、すごく都合が良かったです。奥にボディが写ってます。これだけです、ボディの写真で。擦り合わせがね無事終わったので、ボディの改造に移っていこうと思います。ここからは必死です。がっつりヤスリがけして色を軽く落としていきます。いきなりドーン。我ながら適当さがひどいですね。外側のポリ加工を剥がして下地のみにして、角はへこんでるんでね丸くしてあります。どうせこの後に色のせるんで問題ないでしょうと、そんな考えでやってます。で、ここで初めてわかる型番、カタログと一緒ですね。間違いないようです。でも当時3万くらいでアンプ込みで買った気がします。で、また写真撮ってなくて一気に進んじゃってますけど、ピックアップキャビティの形を変えてます。具体的には横幅を少し広げて、前回余ったタモで縦幅を狭くしてるって感じです。めちゃくちゃ柔らかい木で加工しやすいです。バスッと柔らかい。ちなみにタモは硬いです。端の部分は割り箸を使って埋めています。元からあるものの改装は楽でいいですね。じゃあ次は塗装をしていきます。はい、いきなり塗り終わってる写真ですね。写真全然撮ってなかったんです。ごめんなさい。今回はナチュラルバインディング風にしたいんで周囲をマスキングしてます。テープは100円ショップのものは怖くて使えません。で、何度か塗り重ねてるんですけど、どうですかね。どこのメーカーの色か分かりますか？正解はセリアの100円ペイント剤です。この塗料案外綺麗なんですよ。で、水分が抜けるとこんな感じになります。下地のつもりだったけど、このままでもいいかなってちょっと思っちゃいました。それくらい綺麗です。ヘッドも色を同じようにしてマッチングさせていきます。真っ黒からいきなりポップな印象に変わりましたね。で、次に使うのがこれはさすがに100円じゃ買えません。ニッペのパルというペイント剤です。色はシャイニーターコイズ。パールメタリック調ですごく綺麗な色です。ボディも同じように塗ってマスキングテープを剥がしてみます。そしたらこんな感じになりました。よくない？よくない？よくない？ヘッドはベースと同様のデザインで作ってみました。モデル名は色と乗せるピックアップにちなんで LP90 ターコイズという名前にしました。昔のあだ名が刻んであります。写真撮ってないんですけど、前回同様エキゾチックオイルジェルでツヤツヤになるように時間をかけて磨いてます。
乾いたら導電塗料を塗ってノイズ対策。出来上がったら誕生日を書いていきます。では一気に組み込み開始。ペグは壊れていたのであり合わせのパーツに交換してます。意味のないゴールドパーツです。内部配線はオーソドックスなもの。はい、完成です。ピックアップは P90 タイプのものをチョイス。今回もウィルキンソンの M シリーズを使ってます。このピックアップも当たりでした。明らかにお値段以上。金属部分はテールピースだけがオリジナルで泣きながら磨きました。ヘッドはかなり可愛い感じになりました。サイドと裏は面白いのでセリアカラーのままにしてあります。安ギターらしく生の鳴りはペラッペラですが、アンプを通すと化けます。めっちゃいい音です。今回もなんとかうまくいきました。2月2日にこのギターを使った曲をリリースする予定なので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけると今後の活動の励みになります。よかったらまた遊びに来てね。